選ばれし真の王の御代からおよそ2000年ほど前、死骸と呼ばれる化け物の蔓延によりこの地は衰微していた。領主の一つであるチェラム家は神より授かった力を用いて死骸を打ち続けることにより人々を掌握し、その勢力を拡大していった。各領主の間でチェラム家を盟主として擁立する声が高まった頃、神々もまた彼らの中から王となる者を選定しようとしていた。絶対的な君主として史上初の王国を築く者。候補は2人。1人は野心家、類まれなる統率力でチェラム家を束ねる弟、ソムヌス・ルシス・チェラム。1人は聖人、慈愛に満ち己の力の全てを民に捧げる兄、アーデン・ルシス・チェラム。私はカンナギ、神々の声を聞く者として神託の時を待っている。アーデン様、いかがなさりました？いや、ソムヌス様は死骸化した者、その途中だった者、疑わしき者、あなた様の弟君はみんなまとめて焼いてしまわれた。アーデン様、どうか娘をお救いください。わかりました。アーデン様、もう大丈夫だ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、本当によかった。死骸化は病です。適切な治療を施せば必ず救うことができる。決して化け物などと蔑み排除することがあってはならない。しかし、いくら治癒の力があるとはいえ、アーデン様お一人では。ソムヌス様のやり方も仕方のない。おい、もう一度言ってみろ。なんだよ、身内が焼かれて同じことが言えるのか。ならどうすればいい。ふざけるな。俺たちに何ができる。アーデン様、我らの王はあなた様だけです。そうだ、アーデン様。あなたなら。私は王の座に興味はない。しかし病の根絶につながるのなら、より多くの民が救われるのなら、喜んで王となろう。お分かりですか？こうして城から抜け出してあなたに会いに来るのにどれだけ苦労したことか。考え事をしていたんだ、エイラ。一つだけ言わせてもらえれば、苦労したのは君ではなくあの者たちだろう。婚約者を放り出してフラフラしてるあなたに言われたくないわ。すまなかった。もうすごいわね。一体どれくらい昔のものなのかしら。さあ、わからないんだ。いつ誰が何のために作ったのか。自然に忘れ去られたのか、意図的に歴史から消されたのか。ここを作った者の名は誰にもわからない。大丈夫。他の誰かがあなたのことを忘れても私が覚えているから。行くぞ。こっちだ。逃がすな。おい。そっちはどうだ。見つかりません。行くぞ。
失礼します。聞いての通り逃げられたよ。今ならまだ婚約者と共に辺境の地で末永く暮らしていただけたのだがな。さてそろそろ神託の下る頃合いだ。カンナギ殿、神々は何と？ではクリスタルは？クリスタルに意志はありません。で？ソムヌス、信じてよいのですね、あなたを。神々は？心配しましたぞ。夜になってもお戻りになられず、しかもあの大雨では。世話になったな。アーデン様、昨夜神託が下されました。アーデン・ルシス・チェラム様、あなたが王に指名されました。ついにアーデン様が王に。兄上、俺なんだよ。聞け！神々が選んだのは俺だ。何が？皆を騙す形になったことに謝罪しよう。しかしこうして民衆を扇動していた反逆者をおびき出すことができた。それにしても浅ましい男だ。王の座、それほどまでに欲しかったのか。お前は神々は申された。ソムヌス・ルシス・チェラムが王であると。ソムヌス、私を切れるか？命までは取らん。今よりチェラム家の名を捨て。エイラ、しっかりしろ。今私が。愚かな女だ。許せ兄上、これも王としての務め。自ら化け物となり果てたか。民のために。神々よ、真実を。真の王はこれが答えなのか。王たる資格は。不死の化け物と化していた彼はアダギウムと呼ばれ、
御影島に幽閉され、長きにわたり王家に対する憎悪を募らせていった。ルシス王国の歴史の中にアーデン・ルシス・チェラムの名はない。待ってるよ、ノクト。さあ、始めようか。ルシス王国の皆さん、本日をもってこの国は終焉を迎えます。因果応報、偽物の王と偽物の国は滅ぶ運命にある。さて、無能な国王と国民たち、せいぜいあがくといい。ソムヌス。そうだ、殺せ。化け物は楽にしてやれ。俺がそうしたいよ。あなたは生きて。エロさん、ソムヌス。ソムヌス、奴の国や民を焼き尽くす力を俺に貸せ。さあ、ルシスの血は今日で終わりだ。兄上、ソムヌス。最高だ。お前を直接殺せるなんてな。全部ただの言い訳だ。罪を償え。アーデン・ルシス・チェラム、そこまでだ。俺は神のクグスにはならん。